YouTube などで行ってみたいランキングはよく見かけますが、それは一般観光地であって誰もが行ける場所ですよね。私たち水力調査委員はそんな歩いて行ける場所ではなく、もっと険しい山道を進んでこれまで調査撮影を続けてきました。今回その中でもちょっと険しいですが、ハイキングコースから少し外れた場所にある美しい秘境のダムを個人的なランキングで紹介してみたいと思います。長野県松本市を流れる梓川上流に霞沢発電所はあります。昭和3年に竣工した霞沢発電所は長野県でも有数の高落差を誇りますが、この取水口は田代池から取水されています。その田代池がこちら。怖いね。みんないるよ、あそこに。さっきのカップル。田代池のバス停で降りて少し戻ったところにありますので、あまり観光ガイドでも紹介されません。夏の避暑として歩いてみてはいかがでしょうか。熊本県上益城郡を流れる大谷川に横野発電所があります。大正11年に竣工した横野発電所は横野滝の落差を利用した発電所ですが、熊本県特有の岩盤地形を生かして滝の真上で取水をしています。その取水口がこちら。横の滝は道が険しいため行くのは大変ですが、発電所が停止中は滝を見ることができます。かなり隠れた発電所ですので、気になった方は熊本観光のついでに散策されてはいかがでしょうか。福島県猪苗代湖の上流に秋元発電所があります。昭和15年に竣工した秋元発電所は猪苗代湖の水量低下を防止するために建設された裏磐梯3湖の一つ、秋元湖に取水口があります。その取水口がこちら。秋元湖は大正8年に建設された人工湖です。もともとは湿地帯のような場所でしたが、改良が加えられ現在の姿になりました。大正時代に建設されたサイフォン式予水設備など珍しい水路設備も残されています。観光地ではないため主要道路から少し中へ入ったところにありますので、猪苗代湖から山形へドライブの際に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。長野県木曽郡を流れる大滝川の上流に三折発電所があります。昭和20年に竣工した三折発電所は木曽川水系のすべての水源とされ、戦時中に電力不足打開策として国策事業で建設されたのも有名です。その水源がこちら。三折ダムは戦時中最大の建設とも言われ、
マイナス30度の極寒の世界で建設が続けられていました。また春先にはダム湖が凍っている姿を見ることができます。ミオレダムまでは徒歩2時間くらいで行くことができますが、年に数回ツアーで見に行くこともできるので、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。ちなみに三浦ダムと呼ばれていますが、ミオレダムが本当は正式名称です。新潟県新発田市を流れる梶川の上流に飯出川第一発電所があります。大正4年に竣工した飯出川第一発電所は、当時では珍しい導水方法を導入するなど、水路に特化した設計者が対応したと言われています。その中でも大正4年に竣工した取水口がこちら。急峻な渓谷を見事なダムが建設されていますが、竣工当時は石積みのダムであった写真が残っています。日本でダム建設が難しい頃にここまでの規模のダムは非常に珍しいです。現在も鉱山跡の町として発電所以外に変わったドライブルートとして有名なところが多いです。ぜひダム巡りのついでに寄ってみてはいかがでしょうか。青森県青森市を流れる駒込川上流に加瀬市内発電所があります。昭和15年に竣工した加瀬市内発電所は、再開発によって現在の位置に発電所が建設されました。当初は上流の温泉水によって発電所の水車、鉄管が溶けて停止する事態がたびたび発生していました。そこで発電所を引っ越して別河川で再開発をするなど、かなり珍しい事態が起きていました。その最下流に建設された加瀬市内発電所は、温泉水を希釈するため、さらにローリングゲート特有の貯水問題を解決するために、発電所の上水槽にダムが建設されました。そのダムがこちら。最下流でもかなりの山の上で、八甲田雪中行軍遭難事件の現場でもあることから、かなり山が険しいところでもあります。温泉巡り、さらにはゴールデンカムイのご当地巡りで訪れてはいかがでしょうか。秋田県にかほ市を流れる鳥越川の最上流部に横岡第二発電所があります。昭和2年に竣工した横岡第二発電所は、特殊な取水方法を使用している日本で唯一の発電所とも言われています。その日本一美しい取水口がこちら。獅子ヶ鼻湿原からあふれ出る水を
ある程度の遮水壁で貯水し、これを水路に流す方法ですが、日本で見たことがあるのはここだけです。景観を重視し、ダム湖内に無数に存在する滝、さらに湧水は透き通り、とても美しい場所です。ハイキングコースで来ることもできます。ぜひ湿原探索と一緒に訪れてみてはいかがでしょうか。まだ終わりませんよ。実はこの発電所には廃止されたダムが山頂にあります。湿原で取水をすることは冬場に凍結などによる水量不足が懸念されていたため、この補助水槽が当時建設されていました。それがこちら。現在は湿地帯になっていますが、貯水をせずに昭和30年頃からずっと使われずに放置されています。ここは車で来れないので、健脚なダム好きな人のみ訪れてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回作を急いで制作しております。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。